はいどうも皆さんこんにちは。今回は武田信虎についてお話ししていきます。そもそも武田信虎という名前を聞いたことがない人もいるかもしれませんが、武田信玄のお父さんといえばわかるかと思います。息子の武田信玄の方が有名なので、どうしてもそちらの方がよく取り沙汰されますが、お父さんの武田信虎がしっかりとした土台を作っていたからこそ、息子の信玄が活躍することができたと言ってもいいでしょう。それでは戦国時代初期の武田氏がどのような状況だったのかから見ていきましょう。武田氏が本拠地としたのは甲斐国、現在の山梨県にあたります。武田氏は一族の人々を甲府盆地の各地に配置して甲斐国を支配していました。ちなみに彼らは武田氏を名乗ることはなく、それぞれの場所の名前を名乗っています。しかし彼らは次第に本家からの支配を鬱陶しいと感じるようになってきて、独立を目指すようになっていくのです。この頃の甲斐国は大きく3つの地方に分かれていました。東側にあるこの部分を鶴郡というのですが、ここは有力な武士である小山田氏が支配していました。そして真ん中のこの部分、ここが武田氏の支配していた領域です。この頃の武田氏当主は武田信綱という人物で、武田信虎のお父さんにあたります。そして南西部のこの辺りを川内と呼んでおり、ここは武田氏の親戚である穴山武田氏が支配していました。つまり戦国時代に大活躍する武田氏もこの頃は甲斐を統一することができていないのです。以前北条早雲の動画でお話しした通り、この頃の武田氏は山内上杉氏に協力していました。対して小山田氏と穴山武田氏は今川氏に味方していたんです。このように甲斐国は分裂していたんですが、こんな状況で武田信綱が死んでしまいます。こうして武田氏の家督を継承したのが武田信虎でした。しかしこういった家督継承の場合には、大抵の場合反対勢力が出てきて家督争いになるというのがお約束です。この時もご多分に漏れずしっかりと家督争いが起きています。反対勢力は信虎の叔父油川信義です。この人は以前信綱と家督争いをした過去を持っており、それ以降家督を奪うチャンスを狙っていました。そんな状況で信綱が死んだので、今こそチャンスだと思い挙兵したんです。この戦いに小山田氏も参戦しますが、結果は信虎の勝利。信虎は家督継承を確固たるものとして小山田氏を服属させることに成功しました。さてこうして家督を継承した武田信虎ですが、父である武田信綱と同様に山内上杉氏側として活動していきます。ここで問題になるのが川内の穴山武田氏です。というのも穴山武田氏の後ろには今川氏が控えており、今川氏と山内上杉氏は対立していたからです。この対立構造が甲斐国にも反映されて、山内上杉氏と武田の連合軍と今川北条の連合軍に支援された穴山武田氏という状況でした。こうして武田氏は甲斐統一のために今川氏と何度も戦いを行っていくことになります。この戦いに際して信虎は妊娠していた正室を要害山城に避難させて戦いに向かいます。この戦いで信虎は今川の軍勢を打ち破り大勝利を収めて甲斐を統一することになりますが、さらに嬉しいことに避難していた正室が男の子を産んだんです。戦いに勝利した上に男の子が誕生したということで、武田氏はお祭り騒ぎだったでしょう。戦いに勝った時に生まれた子ということで、信虎はこの男の子を勝千代と名付けます。この勝千代こそが武田晴信、後に武田信玄としてその名を歴史に刻む人物です。さて甲斐を統一した信虎は甲斐の国外に目を向けていきます。両上杉氏と同盟を結んでいるので、その敵である今川氏や北条氏とも戦っていきますが、それとは別に北の信濃にも出兵を繰り返しています。この結果3方向を包囲されるような状況に苦しめられてしまうんです。さすがにやばいと信虎も思ったのでしょう。敵を減らそうと考えます。信虎が考えた作戦は、諏訪氏と今川氏に娘を嫁がせて同盟を結び、敵を北条氏に絞るという作戦でした。この作戦は成功して、今川義元はお返しに武田氏に公家の娘を紹介しています。これが武田晴信の正室となる三条夫人です。このようにして武田氏と今川氏が同盟を結んだので、これに起こった北条氏が今川氏に攻め込んで、前回の動画でお話しした第一次加藤一覧につながっていくんですが、すでにお話ししたので今回は簡単にお話しします。
今川氏が北条氏にボコボコにされて、藤川より東側を取られてしまい、それを助けに来た武田氏と扇ヶ谷上杉氏もボコボコにされて、扇ヶ谷上杉氏は本拠地を落とされました。さらに古賀久保がお弓久保を倒してほしいとお願いすると、北条氏はお弓久保を滅亡させました。今の話を聞いたらわかるかと思いますが、この時の北条氏はめちゃくちゃ強いです。北条氏を包囲したと思ったら逆にボコボコにされるという状況でした。そのような異様な強さを誇っている北条氏に喧嘩を売るのは得策ではありませんので、武田信虎も北条氏はそっとしておくことにしました。こうして信虎は信濃へと進軍していくんです。信虎が次に狙ったのは重の一族です。この重の一族を倒すために武田信虎と村上義清、諏訪頼重が一致団結し、重の一族を攻撃していきました。こうして重の一族は山内上杉氏を頼って上野の国へと亡命。山内上杉氏と同盟を結んでいる武田氏は兵を引くことになります。信濃攻略が勝利に終わり、帰国した信虎は上機嫌でした。信虎は今川義元に嫁いだ娘を訪ねて駿府へと出発するんです。嫡男の武田晴信は駿河へと旅立っていく父の姿を複雑な心境で見送ったことでしょう。こうして起こったのが武田晴信のクーデターです。嫡男の武田晴信が甲斐の国と駿河の国の国境を封鎖して信虎追放を発表。そうとは知らない武田信虎は駿河での用事を済まして甲斐へと戻ってきていました。しかし甲斐の国の関所は信虎を拒絶して門を開くことはありません。このクーデターの成功には武田氏内部の不満が関係していました。確かに武田信虎は甲斐を統一したほどのものすごく強い武将だったんですが、飢饉が流行している中で北条氏や信濃を相手にした戦いをし続けたことなどが影響して、このまま信虎についていっていいものかという空気が充満していたんです。こういった武田氏内部の不満が武田晴信の擁立につながり、実の息子によって武田信虎は追放されたのです。さて、いかがだったでしょうか。父を追放して当主となった武田晴信ですが、父と同様に北を目指していき、信濃を制圧していくのでした。その中で戦った諏訪氏の娘を側室として男の子が生まれています。彼が後の武田勝頼です。後に長篠の戦いで織田信長と戦う人物ですね。とはいえ、この頃の人たちにとっては未来の話、そんなことは知る由もありません。さて、次の動画では北条氏康と川越城の戦いについてお話ししていきます。それではまた次の動画で。